、だんだんAI を活用がいろんな事業で進んでいるというような状況ですね。そこに AI の機能を搭載したというところで、詳しくどういったものなのか教えていただければと思います。AI アシスタントというのを導入しまして、今だいたい 60% ぐらいの店舗さんが1回は使ったことがあるという感じなんですけど、AI を使って店舗さんの業務効率をYusuke Kobayashi oversees technology strategy at Rakuten's Commerce and Marketing Company. His team is empowering over 50,000 Ichiba merchants with AI tools that streamline operations and drive business growth. AI アシスタントの提供によって楽天が今後実現していきたいことはどういったことになりますか？楽天 RMS 側でこういうことやった方がいいですよっていうのをレコメンドしていくような店舗さん。こんにちは。今日よろしくお願いします。C&M 領域において AI ってどれぐらいの進捗で進んでますか？だいたい C&M70 ぐらいサービスあって、今案件が400件ぐらいあって、毎クォーターごとに20件ぐらい増えてるんですけど、楽天市場だけじゃなくてトラベルとか、他のサービスに横転してて、だんだんAI を活用がいろんな事業で進んでいるというような状況ですね。本題に入らせていただく前に、まず小林さん、開発、いろんなテクノロジーを活用していると思うんですけれども、AI っていつ頃から意識されてますか？実際 AI って10年ぐらい前から、楽天市場では導入してて、例えばレコメンドとかサーチとかってまさにその通りなんですけど、最近この2年ぐらい頑張ってるのが、生成 AI っていう技術でして、いろんなことを生成したり、新しく作ったり、まとめたり、あとは分析したりみたいなところで活用してるっていうのは、実際に楽天市場の店舗さんに向けて使えるようにいろいろと開発をしているという感じでございます。楽天市場には現在5万以上の店舗さんが出店されていて、RMS、店舗運営システムを独自に開発して楽天が提供していると思うんですが、そこに AI の機能を搭載したというところで、詳しくどういったものなのか教えていただければと思います。今年の3月にベータ版という形で RMS AI アシスタントというのを導入しまして、今だいたい 60% ぐらいの店舗さんが1回は使ったことがあるという感じなんですけど、商品管理だったり、在庫管理、あと顧客対応分析というところで、AI を使って店舗さんの業務効率を改善するというようなところで機能をリリースしております。どの機能も日常的に店舗さんにご利用いただくということで、かなり効率化に効果があるのかなというふうに思うんですけれども、特に店舗さんから反響が大きい、喜ばれているといった機能はありますか？そうですね。一番使われているのは顧客対応のところで、よくRメッセとか、実際に店舗さんにユーザーからリクエストが来るところで、その返信として文章を書かなきゃいけないというところが、結構その一個ずつ文章を書くのって手間なので、そこを生成 AI 使って、簡単に時間を短縮して、いい感じで文章を作成して、返信するみたいなところは結構一番使われてますね。ただAI っていうと難しいっていう印象とか、まだ定着するまでにハードルが高いのかなというふうに思うんですけども、そこの部分店舗さんに向けて楽天としてはどういったサポートしてますか？やっぱり AI っていうと最初とっつきにくいところあると思うんで、AI をどんだけ民主化できるかっていうのが一個テーマでして、今 AI をすごい意識していろいろと皆さんやられてると思うんですけど、そのうち普段使っているツールの中に実際もう AI が入ってて、自然と使ってるような、でそれ業務改善できてさらに売り上げにつながるような機能っていうところをどんどんと作っていきたいなという感じですね。あとは楽天の大きな特徴の一つだと思うんですけども、学びの機会の提供というところも力を入れてるのかなというふうに思いますが、そのあたりいかがですか？楽天 AI 大学っていうのを、今年の4月かやりまして、簡単にやっぱり動画を見てツールの使い方とか、AI をどうやって活用するかみたいなのを、簡単に気軽に学んでいただけるような環境ができたので、それですごく使いやすいとか、導入しやすくなったという声はよく聞きますね。今後 AI っていうのは楽天市場の、店舗さんそれぞれの店舗さんはもちろん楽天市場全体がさらに成長していく上で、大きな一つの武器になるのかなというふうに思うんですけども、RMS AI アシスタントの提供によって楽天が今後実現していきたいことはどういったことになりますか？今まで R カルテという分析ツールでデータを見て、でそれから店舗さんがアクションしてたんですけど、そのデータを使ってもうそのアクションするとこ考えずにもう楽天 RMS 側でこういうことやった方がいいですよっていうのをレコメンドしていくような店舗さんのマーケティング活動もそうですし、商品の扱いだったりとか、配送も含めて
もう提案、次に何をやればいいかっていうアクションを提案できるようなところまで持っていければいいかなっていうのが一つと、あともう一つは最近生成 AI っていうので画像を生成したりとか、あと今後やりたいのは動画とかですね。ジャンルによっては静止画だけじゃなくて動いてる動画っていうのはやっぱりお買い物するときにイメージユーザーもしやすいので、そういうのを作っていきたいなと思っております。今後たくさんもうやることがいっぱいありますね。そうですね。はい。AI がどのように楽天市場の未来を作っていくのかっていうところはとても楽しみにしてます。ぜひ楽しみにしてください。ありがとうございます。